警告、ここから先は修羅だぜ。生半可に見てはならないぜ。バイケン参戦。この光景、前にも見たぜ。ウプ主は暗示使いだったので、青色でマモスペ削除、スラッシュで質攻め解約、AC で GP 解約、イグザードで暗示削除、ストライブで変わり果てた姿で発見されるという経験をしてきたので、もう参戦詐欺にはうんざりだぜ。練習した、楽しかった、それがあるからやり込んだ、そのキャラがそのキャラたるそれは、そのキャラが居続けようと、何度参戦しようと、期間限定なんだぜ。対戦ゲームとは、サイの河原。子供に石を積ませては無に返す。永遠に。最初は初心者と上級者がピラミッド状になっている。けれどそれは、ほどなく逆ピラミッドを形成する。みんな知ってるね。でも、本当はこの上層こそが、雑誌に石渡りを支える奴隷なんだぜ。エジプトのピラミッドもそうやって作られた。作ってた奴ら、自分は神聖な公共事業に携わる職人みたいに思ってるけど、実際奴隷だぜ。使いこなせば女にモテると言ったな。あれは嘘だ。ハッピーを練習してもモテはしない。ハッピーというより不幸になる。ギルティギア知ってる。すごい。とキャバ嬢にモテるのは石渡りだけだぜ。ウプ主もモテを餌に再生数100も稼いじまったが、騙される君たちが悪いんだぜ。練習を繰り返した慣れの果て、それは練習した技術を使いたいのに相手もおらず、みんなギルティやろうよ。ギルティ盛り上げていこうよ。が口癖の、妖怪初心者狩りだぜ。この妖怪初心者狩りは、初心者狩りしてるのは中級者だと思っている。だが格ゲーに中級者は存在しない。いるのはやり込んでる上級者とそれ以外の初心者だけだぜ。つまり倒せる相手とは全て初心者だぜ。年始から病んだ話をしちまったぜ。つまり、ハッピーは息の長いキャラではなく、旬も終わったということだぜ。練習しても無駄になる。それを承知の人だけに、この上級編を見てもらいたいんだぜ。そんな闇に触れたくないぜ、という人は、ここでブラウザバックしてほしいぜ。再生数が50くらい減っちまうかもだが、ここからは冗談じゃ済まないからな。5秒待つから、進むか戻るか決めるのだぜ。君は暗闇の荒野を突き進む道を選んじまったようだな。なら、ウプ主も腹をくくるぜ。それでは毒にも薬にもならぬ、駄菓子のごとき上級編を始めるぜ。ハッピーの弱点。まずは、ハッピーの弱点を挙げつらーぜ。弱点1、前傾ループ。ハッピーは、これを決めるために戦っているとも言える必須コンボだぜ。と言ったな。あれは言い過ぎだったぜ。固められない。金 S 前傾はレンガになるけど、K、前傾、下系、前傾は投げられるぜ。金 S 前傾も射撃後のダッシュがちょっとでも長いと昇竜されるぜ。読めれば大ダメージだけど、読めなければ攻めは終わりだぜ。こうなると裏回りも崩した後同じことだし、ラストも使えるのは端くらいだぜ。レンガめくりも考えてみたけどネタの息を出ないぜ。当たっても端までいけない。ハッピーはバックステップを多用するので、画面端こそハッピーの主戦場だぜ。ここから前傾ループが始まっても弾と集中だけ減り、大したダメージは与えられないぜ。試合を優勢に運ぶにはもっと強力な戦法が必要だぜ。弱点2、牽制。下 S が当たったらハイスラを押し、腕を振ったらハイスラを離してダッシュしながらもう一発だぜ。と言ったな。こんなことするのは愚か者だぜ。下 S でも2発は消費するし、円 S に至っては3発消費。自分から不利な状況に突入するようなものだぜ。牽制自体にリスクがあるのに、当ててもガードさせてもリターンがない。繰り返すほど戦線が下がる。端を背負ってしまう本当の理由はこれだぜ。特に端を背負っての牽制は危険だぜ。相手は好きな時に攻められるが、こっちは相手が来るタイミングに牽制しないと詰んでしまう。応急処置だけど、端を背負った時はプーダギーが使えるぜ。対空されにくく、コースも逆転。相手のダッシュに合わせて出すとなおいいぜ。飛んでしまったら2番ジャンプなどから高めの下系だぜ。これも JS よりは対空されにくいぜ。バレたら空投げされるけど、選択肢があるとだいぶ変わるぜ。新戦法1、DEB、弱点克服の新戦法だぜ。ハッピーの射撃はロックに時間がかかる。でも通常技からつなげればロック時間はゼロ。
さらに、射撃からしっかり射撃した場合も、ロック時間はゼロ。さらに、射撃から収縮射撃まで繋がっちまうんだぜ。牽制から大ダメージが狙えて、相手を大きく吹っ飛ばし、良い感じに距離も開くぜ。問題は一つ。射撃、収縮射撃が繋がる猶予が2フレームということだぜ。確実にできる頃には、ハッピーは次回作で削除されてるぜ。でも大丈夫。タイミングが早くて収縮射撃にならなくても、前エースが入るし、何も入れず即集中とかでもいいぜ。タイミングが遅くてもガードブレイクするから、この時も集中か、リロードから攻め継続しても良いぜ。早ければ低い浮き、ビタなら高い浮き、遅いとガードブレイクだぜ。リロード時に相手の浮きを見て、高く浮いてたら走ってコンボすればいいぜ。ガードの上からでも割り込まれないし、下手に動けばひどいことになるぜ。端で2発リロードしながらガードさせ続けるのも楽しいぜ。牽制以外でも前 K とか、下 P、何でも繋がるぜ。前 S と足払いからなら簡単にコンボにいけるぜ。当たってもガードされてもいつも同じタイミングでバンバンバン。このタイミングなら牽制カウンター時に射撃が出ないから簡単に最大コンボをお見舞いできるぜ。つまりこの牽制、射撃、しっかり収縮射撃はあらゆる状況にオール対応なのだぜ。この連携はハッピーランク1位、カナダの DEB 選手がやっていたので DEB と呼称するぜ。DEB の成功感覚は昔の青キャンに近いぜ。ソルも足払いカウンター時、ガンフレ青できたらブリンガー、青できなかったらちょいダッシュエリアルとかあったぜ。やった世界観。ハッピーはテンションゲージなしでも青キャンができるぜ。喜んどる場合か。喜ぶんじゃない。この石は谷本レイだ。失敗しても良い目押しは萎えなくていいな。でもリスクもあるぜ。集中が結構減ってしまうんだぜ。強いけどゲージ管理を忘れちゃダメだぜ。練習時はダミーを途中からガードにしておくといいぜ。ガードされたのにガードブレイクしてないなら射撃しっかり狙うが最速でできてないぜ。構え中の下 F や足払いから出そうとすると構えを解除してしまいがちだから、そういう場合は斜め下プラスハイスラで始めると解除しないぜ。また締めの集中が超集中になりやすい。この時はしっかり狙うの射撃をしたハイではなくハイスラで出せば超集中は出ないぜ。新戦法にしっかり射撃、ボール射撃。最近海外勢にホットな戦法だぜ。ジェイルロックと名付けるぜ。相手が遠くにいる時、おもむろにしっかり射撃、ボール。このままだとジャンプで避けられるが、相手がボールに気を取られたところに射撃。しっかり射撃さえガードさせれば、ほぼ確定でカース状態にできるぜ。さらに、射撃から集中すれば、シューティングモードの体勢が整うぜ。人間とは、今しがた射撃をガードしたというのに、ボールを投げられただけで思考が移り、面白いように両方くらい、みたいに混乱して、しばらくは射撃し放題だぜ。まるで、ミュウミュウ主任のジェイルハウスロックみたいだなぁ。ちなみに、カース状態なら、DEB の射撃を省いても固められるぜ。牽制後に一瞬間が空くから、相手が動いて当たりやすいぜ。カースを恐れず突っ込んでくる相手に分からせてやるといいぜ。構えと解除。構え解除を連携に組み込むぜ。そう聞くと難しそうで拒否反応が出ると思うぜ。まずは構え解除になれるぜ。やり方はこちら。構え、下ハイスラ、構え。これを10回連続成功するまで練習するぜ。コツは一つ。下ハイスラを正確に。下が斜めに入ってたり、下よりハイスラが先だと失敗するぜ。こんなこともできるようになって面白いぜ。素早くやると解除のエフェクトが出ないが意味ないから頑張らなくていいぜ。この構え解除をどういう場面で使うかといえば、ウプ主も分かってないぜ。なんで練習させたんだぜ。
構え解除というか、構えが使えそうなポイントは固めだぜ。構えをガードさせると、ちょうど牽制の間合いまでのフックバック。その後は状況五分だぜ。五分といえど、相手はいきなり近距離から中距離になるから、一瞬判断が遅れて DEB が刺さりそうだぜ。参考にならない例を載せるぜ。あとは、構え中にピン S が入った時など、とっさに解除できると便利だぜ。めくりのネタも構え解除を待てたら使えそうな感じになったぜ。ダメージを出すにも距離を出すにもエリアルの方がいいからな。あとは小ネタを2つ紹介するぜ。壁張り付き。しっかり射撃で張り付いた時は集中、消費がつながるぜ。前エースで張り付いた時は集中、前エースが限界だぜ。P 対空の方が強い。P 対空、前エース、LR が強いぜ。前 P はカウンターは美味しいが、とっさに出ないことが多い。そんな時に使えるぜ。プードルワークにもどうぞだぜ。まとめ。以上を踏まえ、理想的な展開としては、DEB から長飛。ジェイルロック。シューティングモードで勝ち。やっぱりケイオスといえどウォールブレイクは狙った方がよく、ウォールブレイク狙うならコンボは前 S でグイグイをした方がいいぜ。橋なら DEB から簡単にウォールブレイクできるからね。今回紹介した技術は全て DEB 選手の対戦動画を参考にしているぜ。彼はイケメンで動画も参考になるぜ。カナダ人ということは昼は木こりとして体を鍛え、夜は暖炉に当たってミルキをする、そんな生活をしているのだろう。他にもドグラ選手がハッピーを使ってたぜ。ジャンプ射撃から攻め込むのが印象的だったぜ。以上で上級編の解説は終了だぜ。見返りは期待せず、ほどほどの格ゲーライフを楽しんでくれだぜ。おまけ。シューティング。ライダーシューティング。